はようございます。たかしです。本日は10月18日水曜日、ただいま8時13分。それではポンド円とドル円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ノートにて即戦力になるテクニカル分析を販売中です。今月はユーロドル、ポンドドルの相場分析マガジンの無料クーポンを配布しています。なかなか勝てない初心者の方には特におすすめの通貨ペアです。詳細は Twitter のハイライトをご確認ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在のところ大枠ではレンジを考えております。昨日も下落しては上昇してというここのところずっとそんな感じなんですよね。この動きを見ていただくとわかるんですけれども、ここのところずっとそうですよね。上がったり下がったりっていうのを繰り返してます。上がったと思えば次の日に下げてきたりとかいうのを繰り返していて、で、昨日も一旦下がったんですが、結果的には上昇してきたというところですね。基本的には大枠ではレンジ、大きなレンジ、この白の線で挟まれた大きなレンジで、その中でまた小さな枠でのレンジを現在組んでいるところ。日足の GMMA は横ばいですので、基本的には横ばいの分かりにくい動きをするっていうのを前提に考えておくといいと思います。なのでここからどんどん上昇していくとかどんどん下落していくっていうのは大枠ではレンジですので、そういう動き方をするのではなく、上がれば売られるし下がれば買われるというそういう地合いですね。日足のストキャスティクスは少し上向きそうな感じになってきて、マクディも上昇モメンタムを維持をしておりますので、基本的には下がったところは買われやすい、底堅い動きをするとは思いますが、ここからどんどん上昇していくのかっていうと、まだ今はもう少し揉み合うんじゃないのかなというふうには考えてます。ただし基本的にはこの直近の下落トレンドありましたよね。ここでのこういう下落トレンドを日足単位で崩してきておりますので、上昇しやすいとは思っておりますので、最終的には186円ぐらいまで上昇していく可能性は考えてますが、その中で今もう少し上値は重いかなというところです。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足は先ほど日足の大枠でのレンジ、白い水平線で挟まれた大枠のレンジの中で4時間足単位ではさらに黄色のボックスを描いております。つまりこの黄色のボックスの中でのレンジですね。今上限付近まで上がってきました。ちょっと上限には到達してませんが、183円付近が上限になってますので、この辺は下落しやすいポイントではありますね。過去の動きを見ていてもそうですけれども、上限にタッチしたところから下落してますよね。一度上抜けもしてますので、もちろん上抜ける可能性もあるんですが、基本的には黄色のボックス上限183円付近では売り圧力が入りやすい。そして黄色のボックス下限 180.8 か9付近っていうのは買い圧力が入りやすいというのがわかります。昨日も突発的に下落をしましたが、結果的にボックス下限付近からの上昇になっておりますので、やはりボックス下限上限っていうのは意識されやすいのがわかりますので、そこまで引きつけてトレードしていくのが今はわかりやすいですね。ただし上抜ける時もあるし、下抜ける時もあります。下抜けてくると前回ですとこれ結構抜けているんですよね。178円ぐらいまで下げてきてますので、そのくらいもし下抜けてくると178円ぐらいまでの下落の余地があるし、上抜けてくると184円ぐらいまでの上昇の余地があるっていうところは覚えておいてください。では1時間足です。1時間足は緑のトレンドラインを引いていて、そこを上抜けしてきてそこからの上昇になるのかと思いきや、昨日は上値が重く、なおかつ一旦大きめの下落をしてますよね。で、ちょっと動きが分かりにくくなってきました。今4時間足も日足も GMMA は横ばいでした。そして1時間足も GMMA は横ばいですので、4時間足の黄色のボックスのレンジで、さらに1時間足はその中でも小さなレンジを描いてくる可能性がありますので、その辺に注目ですね。まずは GMMA が方向感が出ない限りはトレンドにはなっていきませんので、1時間足の GMMA が方向感を作ってくればいいんですが、今のところ横ばいですので、まずは昨日の高値、安値っていうところを意識しておくのが良さそうです。昨日の高値を上抜ければもう一段上昇、昨日の安値を下抜ければもう一段下落みたいな、そんな感じですね。ですので、まずは方向感を出してくる必要がありますので、方向感が出るまでは上がったり下がったりという乱高下を繰り返していきますので、昨日みたいな動きですよね。その前とかもそうですよね。一昨日はずっと上昇しました。ただしその前はずっと下落してたみたいな、上がったり下がったりっていうのを繰り返しているだけですので、まずはそういう動きをするんだっていう前提でトレードしていく必要がありますので、昨日の高値まで引きつけての底からの下落とか、昨日の安値まで引きつけての底からの上昇とか、そういうところを見ておくといいと思います。ただし基本的には分かりにくい動きをしているときは様子見をお勧めします。
では次はドル円を見ていきましょう。ドル円も大枠ではレンジを考えているんですね。ただし現在結構高値圏に張り付いているので、このまま一旦上抜けていく、もしくは上抜けたらそのままの勢いでスルスルと上昇していく可能性があります。現在はオレンジのこの平行チャンネルの中で動いてまして、その上下まで上昇するのであれば、現在地から上下まで上昇すれば152円ぐらいですね。その辺ぐらいまで上昇する余地はあります。ただし現在は上値も重くって、かといって下げてこない底堅い動きもしているので、難しい動きの中にあるので、無理してトレードをする、そういう相場ではありません。ただ昨日のローソク足なんかを見ていると、結構昨日は下髭の長い陽線になっているんですね。なのでこういうのを見ていると、ここから上昇するかもとは思いますけれども、今は高値圏にありますので、上昇すればすぐに売られやすいという、そういう試合でもありますので、そこは注意。日足のストキャスティクスも高値圏にありますので、ここからもう一度日足の GMMA に向かって下落していくという、そんなような可能性もあります。大枠ではまだレンジと思ってますので、この現在のレンジを抜ければ抜けた方についていくという考え方で、現在地付近から抜けるの期待でのエントリーっていうのは危険ですので、それはご注意ください。では4時間足です。4時間足では大枠では赤い平行チャンネルの中で動いてます。昨日大きく下落してきましたが、結果的にはこの平行チャンネルの加減が意識されて、そこからの上昇になってきてますよね。ということはこの平行チャンネル、過去からずっとそうですが、上限下限っていうのは比較的意識されていますので、この先も意識されるんだろうなというところ。そして今は平行チャンネルのセンターラインまでまた戻してきました。ここのところずっと3日間ほど平行チャンネルのセンターライン付近で揉み合ってますよね。なので昨日のこの下抜けをきっかけとして、ここから本日は上昇するのかなという、そんな感じもします。まずはオレンジの水平線を2本引いてますので、ここですね。まずは昨日の高値、それからもう一つ上の最高値ですね。150.160 というこのオレンジの水平線、この2本のところですね。その間に入ってくれば、そこからの上昇。まずは昨日の高値を上抜けてくれば 150.1 ぐらいまでの上昇をイメージしておきたいです。ただこちらもそうですが、4時間足もストキャスティクスは高値圏、前回のストキャスティクス高値圏からのデッドクロスっていうのはこの下落ですね。先週金曜日から月曜日にかけての下落になりますので、そのくらいの下落をまたここでしてくる可能性もあります。そうすると GMMA の青帯ぐらいまで下落して、そこからの上昇になるのかっていうのもイメージできますので、まずは GMMA の青帯まで押しをつけてくる可能性、もしくは昨日の高値を上抜けてから 150.16 ぐらいまでの上昇をするイメージという、そんな2種類のイメージを持っておくのがいいかもしれません。では最後に1時間足です。昨日結構大きめの下落をしましたよね。でも下落をしたんですが、結果的にここほぼほぼ戻されてしまいました。すぐに戻されてますよね。今のところ3日間ずっと押しを作らない、そういう動きをしておりましたので、エントリーしやすいポイントだったんじゃないかなと思ってます。ちょうどこの平行チャンネルの下限でも反発してきておりますので、こういうところを見ておけると良かったですね。突発的な動きだったのでエントリーするのは難しかったかもしれませんが、こういう動きしっかり押しをつけてくれたっていうところは嬉しいところですね。そしてこのじりじりとした上昇、この高値圏に張り付く動きを本日は解消してくるか、もう一段上昇していけるかどうかっていうところですね。なので先ほど言いましたように、オレンジの水平線2本ありますが、昨日の高値を明確に上抜けてくれば、ここからは緑の矢印のイメージで 150.16 ぐらいまでの上昇をイメージしておきたい。ただし 150.16 は直近の最高値になりますので、そこまで来るとまた比較的大きく下落する可能性があります。4時間足のストキャスティクス、あと日足のストキャスティクス、どちらも高値圏にありましたので、そう考えるとやはり今は一旦調整の下落を待つのがいいのかなとも思いますし、少なくとも1時間足のストキャスティクスのこの過熱感ですね、現在高値圏付近にありますので、これが解消して次の上昇につながるところ、そのあたりを見ておくのがいいかもしれません。今はかなり円に対しての敏感相場になっておりますので、昨日みたいなこういう突発的な動きには警戒しながら、今高値圏に張り付いているので、ここからの上昇っていうところを見ておきたいので、下がれば買い場ができますし、そしてまた昨日の高値を上抜ければそこも買い場になってくると思いますので、エントリーポイントを絞っておくとトレードが分かりやすくなるかもしれません。ただ全体的にはやはり分かりにくい動きをしているので、分かりにくいところでのトレードは避けていくようにしてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。有料ノートで日々の相場分析を販売しております。ポストプライムのプライム投稿を切り売りする形での配信です。プライム投稿では情報量が多すぎるという方に向けて、投稿の一部を価格を抑えて販売してます。少しでもお得に有料投稿をご利用したい方はぜひお試しください。FX は知識量が勝率を分けます。有料投稿で効率よく知識を増やしていってください。詳細は概要欄をご覧ください。
それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。